はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。私は2020年に会社を退職し、現在は札幌にて事務の派遣社員をして生計を立てている普通の独身おじさんです。そんな私は先日、数少ない友人と2人で、現在札幌の大通公園にて開催されているビアガーデンに行ってきた話を本日はしたいと思います。もし本日の動画が面白いと感じた方はチャンネルの登録をお願いいたします。その日は日曜日で、私も彼も仕事が休みで、お昼に待ち合わせをして昼間にビアガーデンに行ってきました。昼間から飲むビールは最高ですね。ただし残念ながらその時の動画は一切ありません。というのは、その日は私の完全なプライベートの外出だったので、撮影は行いませんでした。私が外出先で撮影するのは、広告収入で稼いでやろうと思っている時だけです。簡単に札幌大通公園のビアガーデンについて説明しますと、ビアガーデンは札幌夏祭りの一環として行われているものと思われます。多分期間はご覧の日にちとなっております。会場は大通公園なんですけども、ちなみに大通公園には札幌のシンボルである札幌テレビ塔が追っ立ってますが、その札幌テレビ塔から西に向かって大通西1丁目から大通西12丁目まで展開するのが大通公園になります。友人とは大通公園に11時半に待ち合わせをしました。最初友人は待ち合わせ時間を11時にしようと言ってきたんですよ。ちなみにビアガーデンのオープンはお昼の12時。さすがに1時間前は早すぎるだろうと私は思い、なんとか11時半にすることができました。多分友人の血液の約 5% はアルコールなので、少しでも早く行きたいという気持ちが彼をそうさせたのでしょう。友人に会って実際じゃあどのブースで飲むという話になって、とりあえず端から端までガーデンを見てみることにしました。ビールメーカーのブースは大通公園のブロックごとに分けられていて、西5丁目がサントリー、西6丁目がアサヒ、西7丁目がキリン、西8丁目が札幌、西10丁目が世界のビール、そして最後西11丁目がジャーマンビールとなっております。今お聞きになってあれと思った方は IQ300 です。先ほどもお話ししたように、大通公園は西1丁目からあります。ところがビアガーデンが行われているのは西5丁目から西9丁目では行われていません。それはなぜか。そうです。4丁目は死、9丁目は苦しむだからです。過去に実際西4丁目と西9丁目でもビアガーデンが行われていた時期もありましたが、その西4丁目と西9丁目を訪れたお客さんの全員が亡くなったというのが30年ほど続き、31年目からはその2カ所での開催は中止になったという噂があるとかないとか。こちらの写真をご覧ください。これは私の要望になりますが、西11丁目のジャーマンビールコーナーになります。去年か忘れましたが、同じくこの大通公園のイベントで飲んだドイツビールが飲みやすくて美味しくて、それを思い出しました。ただし値段が高い。こちら 500ml でまさかの1800円。ここ海外と思ってしまうほどの値段の高さ。味はまあ美味しかったです。でも昔飲んだ感動には及びませんでした。あの時何の銘柄を飲んだのかは私は覚えてません。次に我々が訪れたのは札幌のブースになります。この写真見てください。良くないですか？なんかビアガーデンって感じがしますよね。当日は午前中まで雨だったんですけども、
昼前に雨が止み、ご覧の天気。私、こう見えて晴れ男なんですよ。前回のジョインアライブの時も快晴でした。なぜ私が出かける時はいつも晴れるのか。それは私の日頃の行いが良いからです。この札幌で私は黒ビールを飲みました。黒ビールなんて私はほぼ飲まないんですが、ビアガーデンという雰囲気でついつい注文してしまいました。ただやっぱり黒ビールって癖がありますよね。私には普通のビールが合っています。先ほどのドイツビールは海外価格となってましたが、国内のメーカーのビールはジョッキ1杯750円となっております。写真のこれは焼きそばですね。写真には写ってませんけども、ここでは他に焼き鳥とししゃもも食べました。ただちょっと残念だったのが、このビアガーデンの運用システムです。ほとんどのブースが食券システムなんですよ。事前に食券コーナーで食券を購入し、その券を持ってビールならドリンクコーナーに、焼きそばならフードコーナーに行くという流れになってます。これめんどくさくねと皆さん思いませんか？もし仮にビールを先にもらってその後焼きそばをもらいに行った場合、下手したら席に着いた時にはビールの泡はないかもしれません。ちなみにここの札幌の場合、ラウンドガールのように大きなメニュー表を持った店員さんがテーブルの周りを徘徊してるんですよ。でその店員さんに言えば自席にいながら食券を買うこともできますが、あくまでできるのは食券を買うことだけ。その後の商品はそれぞれのコーナーまで取りに行かないとダメなんですよ。つまりその店員さんは歩く券売機。何なのこのシステム。ただその店員さんというのは決まって女性で、決まって若くて、決まってデニムのショートパンツを履いて、決まって生足なんですよ。なので我々のようなおじさん連中は喜んでその店員さんたちを捕まえてました。実際私と友人も2度ほどそのショートパンツの店員さんから食券を買いました。もちろん私は2度ともその店員さんの生足を見てました。やはり若い女の生足はあと食べ物に関して言えば決して美味しくはないです。フードコーナーではそのコンテナの中で、頭にタオルを巻いたおっちゃんが汗をかきながらこう焼きそばを作ってるってわけじゃなくて、作り置きしてあって、カウンターの店員さんが背後の保温庫からパック詰めされた商品を取り出すだけなんですよ。はい焼きそば、はい焼き鳥、はいししゃもみたいな感じで10秒で商品を渡されました。なんか味気ないですね。一緒に行った友人の話だと、昔は各テーブルにガスコンロが置いてあって、そこで北海道名物のジンギスカンを焼いてたんですって。なるほどね。ただ他のキリン、サントリー、アサヒのブースではどこもコンロなんて置いてませんでした。これも時代の流れですかね。ジンギスカンといえばオーナーの名前がキムさんという方で、売上金を北朝鮮に流しているという噂のあるジンギスカンの有名店のだるまが東京の御徒町に出店したとネットニュースで見ました。札幌市民には見放され、観光客相手の食べ物となってしまったジンギスカン。これも時代の流れですかね。じゃあ踊り公園ではジンギスカンを食べながらビールを飲めないのかといったらそういうわけでもなく、テレビ塔の根元でもビアガーデンをやっていて、そこでならジンギスカンを食べられます。多分。なので観光客の皆さんはテレビ塔の根元の方が良いと思います。事実ビアガーデンの方は見るからに観光客という人たちをほとんど見かけませんでした。欧米人はほとんどいなかったです。中国人もいなかったです。中国人に関しては靖国神社に放尿して怒った日本領事館が観光ビザを停止しているおかげかもしれません。本当に大通公園に中国人がいなかった。
騒がしくなくて実にいいことです。最後我々は広瀬すず率いるサントリーに行きました。いやー、それにしても本当、広瀬すずはかわええ、そう思いませんか？先ほど私はビアガーデンの昭和の食券システムについて文句を言いましたが、さすが広瀬すず率いるサントリーだけは違いました。自席で商品を店員さんに注文し、自席まで商品を店員さんが持ってきてくれます。なぜサントリーはできるのに他のメーカーはやらないんですか？そしてさらにすごいのがですね、サントリーの店員さんは外国語対応ができること。腕にですね、イングリッシュとかハングルとか書いてるんですよ。しかもイングリッシュって書いているのに、見た目がギャルの女性の店員さん。ギャルだけど英語が話せる。これは燃えますね。その店員さんに注文する際に、I am a cherry boy と私も得意の英語で話しかけたかったんですけども、私は小心者なのでできませんでした。私はサントリーではビールではなくレモンサワーを2杯飲んですっかり酔っ払ってしまいました。この日会った友人には私が YouTube 活動をしているのは伝えてます。そしてこの日私が彼に打ち上げた YouTube に関する悩みというのがありまして、皆さんご存知のように最近の私の動画の投稿頻度が少ないと思います。それはなぜか理由がいくつかありまして、一つ目が動画を作る気にならない。二つ目、毎日暑くて動画を作る気にならない。三つ目、仕事から帰宅してその後動画を作る気にならない。四つ目、労力の割に広告収入が入らない。前回のこちらのジョインアライブの動画、制作時間13時間、内容も面白いのに広告収入は今のところトータルで1000円ほどです。泣きたくなります。ただし一番問題なのは最後5つ目の理由です。私は、動画の1本目からずっと iPad の LumaFusion という動画編集アプリで行っているのですが、最近しょっちゅうこの動画編集中にこのアプリが落ちるんですよ。これが一番の理由です。本当ものすごいストレスです。私の iPad Air は私が会社を辞めた2020年に購入した第3世代なので、 iPad が私の編集についてこれなくなっているのかもしれません。そんな悩みを友人に打ち明けた私は酔った勢いで、じゃあこの後ヨドバシカメラに行って iPad を買いに行きますかと言ったら、友人もその気になって本当に新型 iPad Air を購入してしまいました。しかも昔のペンシルが使えないので新しいペンシルまで購入してしまいました。締めて約12万円の出費、12回の分割払いになります。今の私には1回払いするだけのお金がありません。ヨドバシカメラは大通公園から地下鉄で1駅のところにあります。で、面白いのがですね、ヨドバシのアップルコーナーで店員さんと話してても、私はもう酔っ払ってて、もうろれつが回らないのなんのって、きっと店員さんもなんだこいつと内心思ってたに違いありません。正直私もですね、iPad は買おうかなと少し思ってて、以前から Apple のサイトを見てたりはしてたんですわ。なので今回友人に背中を押してもらった感じになりますね。そして iPad Air を買い終えた私と友人は三越のレストランに寄って締めのスイーツを食べました。私はブリュレを食べたのですが、これがまた美味しいのなのって。私は普段大野式ダイエットで厳しい食事制限を行ってますが、たまにはこのような日があっても良いのではないでしょうか。肝心の新しい iPad Air の使った感想としては、いいですわこれですね。やはりあらゆる動作がサクサクですわ。実際今回の動画は新しい iPad Air で編集します。これでもし編集アプリがまた
落ちるようなことがあったら、私の YouTube 活動は終了ですね。最後になりますが、今回の iPad の購入にあたり、最初私は新型の無印 iPad にしようかと思ってました。しかし店員さんからの動画編集なら Air がおすすめですの言葉で Air を選んでしまいました。ただ値段にビビってしまって容量を 120GB にしてしまったのはちょっと後悔かもしれません。教訓としては酩酊状態で Apple 商品を買うなですね。ということで本日の動画は以上です。もしこんな酩酊状態で Apple 商品を購入する派遣社に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。